まあ、バーナーで炙ってもいいですし、親指で断ち切っていくような感じですね。カマトロってどうやって取るんだっていうね、の説明したいと思います。大西洋沖の天然の本マグロですね。相当大きく見えるんですけど、これね、正直食べるところそんなないんですよね。ここでね、食べれるの、赤身もね、これね、わかりますかね、結構骨ばっかりで、ここも筋っぽいんで、赤身も食べるところはそんなになくて、ここもすごい大きく見えるんですけど、ここもね、骨なんですよ。なのでこの辺はまあ焼いたりすればシーチキンみたいな感じになるんですけど、でこっちも骨だしで、ここにねチラッとくっついてるだけ、トロが。まあさばいていきます。それじゃあ最初に赤身からやりましょうか。赤身はね、この色変わってるとこ、ここね、ここが血合いなんで、ここ外しちゃいます。まあ、血合い外して、ここ中トロっぽく見えるんですけど、ここね骨が入ってんですよ。なんでここはね、正直ねあんまり取れないんですよね。こうやって骨を外してあげて、で残った部分が食べられますよと。この辺相当筋っぽいんで、この辺はね正直ね刺身にしてもね口に残るんですよね。よくこう居酒屋さんとかであるマグロの釜焼きなんかはもうこういう部分なんですよね。このカマトロと赤身取った残った部分って感じですね。赤身をね刺身で食べるなら、これねここに筋入ってるじゃないですか。ここが硬いんですよ。こういうところ、こういう、筋のところなんで、まあここを外してあげてね、この筋と筋の間を食べるって感じですね。なんでこの筋のところでこうね筋目に沿って切っていって、こっちの上の方で筋きつくなさそうだったら刺身で食べれるんで、これそのままで、筋きつそうだったら、筋外してくださいって感じですね。こんな感じでもう筋探してこう剥がしていく感じですね。もちろんだからお腹に近い部分は中トロになるんですよね。この辺は中トロというか、まあちょっと血合いっぽい感じなんですけど、今回のこの大きさでまともに食べれる赤身の部分はこのぐらいですかね。この2つぐらい。あとはちょっと筋の周りなんで、まあ筋外してこうね、中落ちみたい、ネギトロみたいにしたら美味しいと思いますよ。今度こっちね、この、カマを外していきます。ここ骨なんですよ。で、ここも骨で、ここも骨なんですよ。だから結構ね、骨に囲まれた中の部分で、ここはもう皮なんで硬くて食べれる油の筋って感じなんですよ。なんで硬くて食べれないんで、この中だけ取り出していきます。カマ取るときはまずね、ここね、この皮のところに思いっきり包丁入れて、で結構奥まで入れて大丈夫です。そうするとこっち側ここの骨にぶつかるんで、思い切って奥まで包丁入れちゃってください。でここから皮に沿って動かしていく感じですね。このマグロでね、だいたいね120キロぐらいだから、そんなに大きくないんですよね。でここまで来たら、今度ここね、ここにも骨があるんで、これねちょっともったいなく感じるんですけど、ここ骨なんですよ。これ以上包丁進まないんですよ、骨に当たっちゃって。なんでこう骨の下を探してあげて、こう進んでいくって感じですね。骨の下が見えたら、ここら辺から急にね骨がなくなるんですよ。そしたらこう入れてあげるって感じですね。もうここはね正直もう硬くて食べられないんで、この色の境目あるじゃないですか。で切っちゃって大丈夫ですね。でそうするとこんな感じでどんどんカマが出てくるんで、なんていうの、筋はね最後親指で断ち切っていくような感じですね。
こんな感じです。これ分かりますかね。こんな感じで出てくるんですよ。だから奥の方はこれ血合いなんですよね。血合いで食べれなくて、カマトロで食べれるのはこの部分だけって感じですね。で中はこんな感じになってるんで、あとこの辺の肉はもう焼いてオーブンかなんかに入れて焼いて食べるか、スプーンとかでこそげてネギトロみたくするかって感じですね。あとはね、こっちの血合いを外していきます。残った血の部分をこう外してあげて、でね、カマトロってね、みんなトロだからすごい柔らかいと思ってるじゃないですか。だけどね、結構ね繊維っぽいんですよね。あと最後この残った皮の部分はこの炙ったりすると結構ね、この筋は火入れるとすぐ柔らかくなるんで、結構食べやすいんじゃないかなとは思いますね。こういう感じですね。ガマトロと、赤身とちょっと中トロっぽい血合いの部分使ってお刺身作っていきたいと思います。これどうしても形が悪いじゃないですか。そういう時は切ってあげて適当にね形整えてあげるって感じですね。こうやってね、切りながら、並べてってあげるって感じですね。こっちは赤身の部分ですね。こういう形が悪い部分はこうやってこうなんていうの、削いであげて、こうだから白身の刺身みたいな感じにしてあげると、形の悪さをごまかせるのかなって気はしますけどね。で最後これカマトロね、カマトロってこっちに筋が入ってるんで、だからこの向きで切ると筋が口に残りやすいんですよね。なんでこっち向きでね、まず筋に合わせてこう切ってあげて、こっち向きにこう入ってるじゃないですか。そこを筋を切るように切ってってあげるっていう感じですね。こうやって切ってってあげると比較的口に残らないで、トロ食べることができるよって感じですね。筋を断ち切るように切るっていう、これなんかお刺身の本当に基本って感じですね。切ってる時にこの周りのね太い筋とか見つけたら、ここはねちょっともったいないですけど、思い切ってね切り捨てちゃうしかないですね。どうしても筋がきつそうだったら炙ってあげると筋気にならなくなるんで、最後この筋のきつそうな部分はこうさっと炙ってあげて、そうするとね本当にねこれ不思議なもんで、ちょっと炙るだけで全然ね筋が気にならなくなるんで、バーナーで炙ってもいいですし、こんな感じでね網で焼いてあげてもいいですし、でねこれ見ていただければ分かると思うんですけど、やっぱりね油がすごいんですよ。なんでこれはね多少炙って油を落としてあげた方が美味しいなんて人もね、香りもつきますしね。はい、そしたら最後こんな感じでね大葉敷いてあげて、適当に盛り付けてあげれば完成ですね。これ赤身とこの中トロっぽい部分と生の方のねカマトロと、あと最後炙った方でこんな感じでね盛り合わせてあげれば、味付けはねもうわさびと醤油って感じでいいと思います。はい、マグロのお刺身完成です。